こんにちは、ロック204チャンネルです。この動画ではマイクロビットで Python を始める4繰り返し処理について解説をしていきます。繰り返しの代表的なものには for 文というものがあります。書式は for 変化する変数 in レンジ繰り返し数という表現になります。こちらですね。for i in レンジ3と書けば i が3回ほど 1プラスされて変化していきます。最初は0、そして1、2という形でこのループを繰り返します。それでは実行してみましょう。これで実行すると、ここが0、1、2っていう風に変化していると思います。そして、これが終わると、ディスプレイにプロエンドという表記が出てきます。こういう風な形で、繰り返し処理をするのが for 文ということになります。for 文の使い方には、for 変数 in レンジって書いて、開始値、終わり値をカンマで区切って書きます。こういうやり方もあります。ただし注意点として終わり値はですね、変数は終わり値を超えない範囲で変化するという規則があります。例えばこういうふうに書いた場合ですね、1カンマ3って書いたら最初は1で始まります。1でプリント1っていう形ですね。で、2回目のループが、次は2となって表示されますけども、3回目だったら3になるので、もうこれは3を超えないということなんで、1、2で終わってしまいます。それでは実行してみましょう。そうすると、こちらの方ですね、見ていただくと分かるように、1、2というふうに変化しましたよね。こういう形で、開始値、終わり値を設定して実行することもできます。次は、開始値、終わり値、ステップ値というような表現で使うこともできます。これは for i in range 0、11、カンマ2っていう書くと、ステップ値が2っていうことですね。そうすると i は0、2、4、6、8、10っていうことで、次は12になりますから、ここを超えてしまうので、10で終わりです。それでは見てみましょう。こういう形で0、2、4、6、8、10で終わってますよね。先ほどはステップ値が正の値でしたけども、こういうふうにマイナスで書くこともできます。初期値が10で終わり値が0、そしてステップがマイナス2となると、最初に10が実行されて、次がマイナス2で8、6、4、2というふうに変化します。こういうふうに、最初の値が大きくて、終わり値が小さくて、ステップがマイナスというような書き方もできます。それでは実行してみます。こういうふうにですね、10、8、6、4、2ってなってますね。こういうような形で書くこともできます。繰り返しの代表的なものには、ホワイルループというのがあります。これ、永遠に繰り返すループは、こういうふうに、while true というふうに書けば、これが永遠に繰り返すことができます。この時ですね、ループを脱出するには、ブレイクという命令を使います。この場合は、A ボタンを押したとき、このブレイクが働いて、プログラムが終わります。そ
それでは実行してみましょう。そうすると今、プログラムが始まって、ここの部分が何回も繰り返されています。そこで A ボタンを何回か押すと、こういうふうにプログラムが終了しました。これループを脱出したということです。それでは次に、ホワイルループの条件付きの最初の例ですね。こういうふうな形で条件文を書いてやるということです。この場合はナンバーっていう変数に最初に0を入れます。そしてこのループに入ります。0は10以下なので、こちらを実行します。で、ナンバーを表示して、そしてプラス1します。そうすると、ここ1になりますよね。で、ここで上がってきて、まだ10より未満なんで、また実行するという形になります。そして、これを10を超えると、ループを脱出してフィニッシュとなります。それでは実行してみます。最初に0、1、2っていう形で実行されますね。4、5、6、7、8、9、これでフィニッシュっていうような形で条件に合致しなければループを脱出するっていう方法になります。それでは最後の例を見ていきましょう。この例では BF という変数に true という論理値を入れます。で、while で BF が true の間はここを何回も実行していきます。そして A ボタンが押されると、BF に false を入れて条件を満たさなくして、プログラムがループを脱出するという方式です。それでは実行してみましょう。それで A ボタンを何回か押すとですね、フィニッシュというふうな形になってきます。こういうようなループを使うには、for 文と while 文が基本的な方法としてあるということを覚えておいてください。以上でこの説明は終わります。